はい、今日は、ロンドン、市内や郊外にある、ブルワリーやパブを紹介していきたいと思います。そもそもブルワリーという言葉に馴染みのない方も多いかと思うので、簡単に説明していくと、ブルワリーというのはビールの醸造所を意味しています。ビールを醸造、つまり製造している場所のことです。で、日本でいうと札幌ビールだったりアサヒビール、キリンビールの工場もブルワリーの一つに分類されます。でビール大国であるイギリスなんですけども、数多くのブルワリーが点在していて、ロンドンだけでもなんとその数は100以上で、今日はその中でもマイクロブリュワリーに焦点を当てていきたいと思います。でマイクロブリュワリーなんですけども、何かというと小規模な、醸造所のと意味していて、主にクラフトビール、大衆受けするビールではなくて、あくまでビール好きのためにこだわったビールを醸造しているところです。で基本ブリュワリーに行くと出来たてのフレッシュなビールをお店より安くいただくことができるので、今日はそのいくつかのブリュワリーを紹介していきたいと思います。あと最後にお酒好きの方のために、ロンドンのおすすめのパブもいくつか紹介していきたいと思うので、ぜひご覧ください。ではどうぞ。はい、最初に、紹介させていただくのは5 Points Brewing Company です。2013年3月から、東ロンドンに位置するハクニーという場所でビールを醸造しています。マイクロブリュワリーの中でも比較的規模も大きくて、ロンドン市内のレストランでも扱われていることが多いです。でクラフトビールの中でも大衆受けする味のラインナップなので、癖もなくてクラフトビール初心者にはうってつけだと思います。個人的にも食事とかと合わせるビールとしては、最適だと思うんですけども、クラフトビールを求めていくのであればちょっと物足りなさを感じます。で、動画にもあるように、先ほどもお伝えしたんですけども、結構規模が大きいので外で飲むエリアとかも、かなり広いですね。で座るスペースも十分あるので、大人数で来ても、席を確保するのは簡単だと思います。ネットで予約とかもできます。でこれ頼んだのが、スタンダードな、IPA ですね、2人とも。はい、次の、ブリュワリーはモンドーブルーイングになります。こちらは2014年にアメリカ人の2人によって設立された南ロンドンのバタシーというところに位置するブリュワリーです。で特徴的なのは、アメリカでも人気を誇る IPA のラインナップが豊富なところですね。で IPA なんですけども、インディアペールエールの略語で、実はイギリス発祥のビールです。1800年代ですかねに植民地であるインドに、滞在するイギリス人に送るビールが、海上輸送中に傷まないよう防腐剤の役割を持つホップを大量に投入したことが、由来とされています。そのため香りと苦みが非常に強いビールとなっています。あと動画でもあるように、フライトを頼むこともできます。フライトって少量のビールを何種類か一度に試すことができるので、すごく楽しいと思います。シンプルにギネス、そんなにそんなに変わってる感じはなくて、一般受けするようなギネス的なちょっとクリーミーなコーヒー味、サワー系のビール。でも一般的なサワーって結構本当に酸味がめちゃくちゃ効いてるけど、これは酸味を抑えてる感じでちょっと甘みもあって穀物系の味、ホップの味がして美味しい。で最後はベルヘクストっていうコラボビールかな。色的にはオレンジ色。
ザ・ウエストコースト IPA っていうホップの効いた苦みのある IPA、本当に一般受けするような味かな。この2つは多分一般受けするタイプで、これはちょっと変わり種っていうか、サワーの中でもちょっとホップと甘みがあるサワー系で、美味しいと思います。すごい。はい、次のブリュワリーはバタシーブルーイングになります。2018年に設立された比較的新しいブリュワリーですね。モンドと同じ南ロンドンのバタシーに位置しています。で、2022年にオープンしたばかりのバタシーパワーステーションっていう商業施設のすぐ隣に位置しているので、買い物を楽しんだ後にフラッと立ち寄れる場所です。あと面白いのが、オーナーのトムが独学でビールを勉強して自分の経営していたパブでその自分のビールを作り始めたのがきっかけのブリュワリーだそうです。なので独学ならではの個性的なビールが揃ってます。はい、次のブリュワリーはボックスカーブリュワリーになります。2017年に設立された東ロンドンに位置するブリュワリーです。個人的には今日紹介する中では随一おすすめしたいブリュワリーです。ロンドンに越してきてからも、もう何回も行っていて、とにかくビールが美味しい場所なので非常におすすめしたいところです。店員さんに伺ったところ、ワイナリーを経営しているオーナーさんが趣味で始めたブリュワリーなので、商売というよりとにかく彼がこだわり抜いたビールだけを提供しているらしいです。そうやったらうまくならないわけはないですよね。で、このヘイジ IPA は絶品なので本当にぜひ皆さんにも試してもらいたいです。ヘイジ IPA なんですけども、アメリカの北東部ニューイングランド地方発祥のビールで、その名の通り曇ったもしくは濁った IPA を意味しています。で、通常の IPA と同じく、ホップを大量に使用しているので香り高いんですけども、苦さが控えめでジューシーかつフルーティーな味なので女性にも大人気です。はい、ここからは、ロンドンにある、パブ、お酒を飲めるところですね、ご紹介していきたいと思います。まず最初の場所なんですけども、メルカートメイフェアというところで、その名の通りロンドンの市内のメイフェアに、位置しています。ここは本当に面白いのが、建物が元教会なので、教会をリノベーションしてパブというか、お酒を飲んだり、あと食事もできる施設に内装を変えたところなので非常に面白いと思います。で、ここでドイツビールですかねを主に置いているので、ここでドイツビールを飲んだり、あとその隣にはカクテルバーもあるので、もしビールが苦手な方でもジントニックとかを頼めます。マグもこのドイツビール特有のマグを使います。で、今これ1階で飲んでるんですけども、2階にも実は席があります。2階からの方が全体が見渡せて綺麗ですよね。ただ席数は1階ほどないので、早めの時間に来ることをお勧めします。週7日間空いてて、毎日お昼から通しで10時から週末だったら12時まで空いてるので、もし席を確保したいのであれば4時とか5時に行けば席は確保できます。市内の中心になるので値段はそこそこ高めです。席を変えて外に出ることもできます。なので冬じゃなければここもすごい人気ですね。ただその教会の内装が見えないので、室内でも十分綺麗かなと思います。めっちゃ歴史がある感じがする。はい、次紹介したいパブなんですけども、こちらはジョージ&ドラゴンといって西ロンドンに位置しているパブになります。西ロンドンのアクトンというところですね。日本人の方も結構多く住んでいるエリアではあります。で、郊外といってロ
ロンドン中心から電車で 2,30 分ぐらいで来れるので、そんなに遠くはありません。でやっぱりこういうところで飲むの、利点としては本当に値段が市内よりも全然安いので、郊外で飲むっていうのもおすすめしたいと思います。ビールのセレクションも豊富で、自分がすごい特に気に入っているブリュワリーサイレンっていうブリュワリーのビールもいくつか置いているので、ぜひ試してみてもらいたいです。本当は昔ここでもビールを作っていて、ブリュワリーでもあったらしいんですけども、残念ながらコロナの影響でブリュワリーはもう稼働していないそうです。なのでパブですね。はい、では以上になります。次回もお楽しみに。ありがとうございました。